皆さんこんにちは。Obrigada por acompañar até aqui. Neste canal compartilho todos os sábados o dia a dia no Brasil pelos olhos de uma japonesa que veio do outro lado do mundo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal。さて、先週の動画の最後でお知らせしていた質問コーナーですが、本当にたくさんのご質問をありがとうございました。正直ちょっとドキドキしていました。変な質問来たらどうしようとか、それ以前に誰からも質問来なかったらどうしようとか、でもそんな心配は全く必要なかったです。皆さんからの温かくて素敵な質問に本当に嬉しくなりました。このチャンネルを見てくださっている方はなんとなく穏やかで優しい方が多いなと改めて感じています。今回は全部で70近くの質問をいただいたのですが、できるだけ全てにお答えしていきたいと思っています。中には似たような内容の質問もあったので、大きく5つのジャンルに分けて順番にお話ししていこうと思います。ブラジルライフ。ではまず私自身についての質問にお答えしていきます。実はこのチャンネルではこれまでちゃんと自分の経歴をお話ししたことがなかったので、自己紹介も兼ねてお話しできればと思っています。まず名前についてですが、プーチというのはニックネームで本名ではありません。私の本名は日本では結構珍しい名前で、公表するとすぐに個人を特定されてしまいそうなので YouTube ではニックネームを使っています。 YouTube で本名を出さないのってもしかしたらブラジルではあんまり一般的じゃないのかもしれませんね。年齢は30半ばぐらいとぼやかしておきます。昔は自分が40歳になるなんて想像もしてなかったのに、もうすぐそこまで来ていてちょっと不思議な気分です。それから身長はというご質問もありましたが、私は169センチあります。日本人女性の平均より10センチほど高くて、日本にいるとちょっと目立つのがコンプレックスだったりもします。でもブラジルは男女ともに日本より平均身長が高いので、少しは馴染めるかなと思っていたら、この前スーパーのレジで後ろに並んでいたおじいちゃんに背高いねって言われちゃいました。出身は日本の京都です。京都といえば昔は日本の首都だった場所で、美しい文化遺産も多く日本を代表する観光地の一つです。でも日本人の中では京都の人は冷たいとか腹黒いなんてイメージもあったりして、出身を言うとちょっと複雑な気持ちになることもあります。誇らしいようなちょっと気まずいような。学生時代についてのご質問もありました。私は中学校と高校と吹奏楽部でサックスを吹いていました。小さい頃からピアノを習ったりしていて音楽が好きでした。大学ではバンドを組んでベースギターを弾いていたこともあります。ちなみに今はカリンバという楽器を練習中です。その一方で運動は全くダメで超運動音痴です。唯一体育で得意だったのはマラソンと卓球ぐらいです。どちらかというと音楽や美術、図工などクリエイティブな活動が好きでした。専門はというご質問もありましたが、高校卒業後は地元の大学でデザインを学びました。今の YouTube 制作にももしかしたら少しは役に立っているかもしれません。でも今思うともっと真剣に勉強しておけばよかったなと感じることもあります。勉強の価値って大人になってから気づくことの方が多い気がします。日本でどんな仕事をしていたのという質問も多かったのですが、大学卒業後はデザインの道には進まず、手に職をつけたいっていう思いから美容学校に通って美容師になりました。美容師として数年働いた後、昔からの夢だった海外で暮らして英語を身につけたいっていう思いでワーキングホリデーで1年間オーストラリアへ行きました。そこでは現地の日系サロンで働いていました。帰国後はヘッドスパやまつげエクステなど美容に関わる仕事を続けてきました。ブラジルでは働かないのっていうご質問もよくいただきますが、将来的には小さな自分のサロンを開けたらいいななんて思ってます。ただ今はまずは最低限のコミュニケーションが取れるようにポルトガル語を喋れるようになることと、現地にもう少し慣れることが先かなっていう感じです。次に好きなことや趣味についてもお話しします。
趣味はお菓子やパン作り、そして作ったものを食べることが好きです。日本にいた頃は趣味でボイストレーニングにも通っていて、一人でカラオケに行ったりもしてました。ブラジルにはカラオケボックスがないのが少し寂しいです。でも今の一番の趣味はやっぱり YouTube です。最近になって気づいたんですが、自分は文章で何かを表現したり映像を作ったりするのが好きみたいです。人前で話すのはちょっと苦手ですが、文字で表現するのは好きみたいです。ブラジルに来て変わったことはありますかっていう質問もあったのですが、 YouTube を始めてから自分のアンテナが綺麗な景色とか日常で感じる面白いものとかちょっと感動する瞬間などを探し始めてるような気がして、前よりも幸せっていうものに少し敏感になったかもしれません。今は撮影は全部 iPhone とジンバルを使って撮影してるんですが、もっといいカメラが欲しいなっていう感じで機材にも興味が湧いてきてる自分がいます。基本はインドア派ですが、アウトドアにも憧れがあって、キャンプ系の YouTube とかを見るのが好きで、自然の中でアクティブに過ごす人にすごい憧れがあります。続いて好きな本や映画やアニメの話も少しだけ。文字を書くのは好きだけど読むのは得意じゃないみたいで、読書はほとんどしません。普段日課で読んでいる聖書ぐらいです。料理をしながらラジオやポッドキャストを聞いて情報収集することが多いです。映画は宇宙系の作品が好きで、特にインターステラーは大好きです。アニメはそこまで詳しくないんですが、過去にハマって一気見したことがあるのはドラゴンボール、ワンピース、名探偵コナン、ドクターストーンあたりです。たまに何も考えずぼーっとリラックスしたいときはクレヨンしんちゃんとかちびまる子ちゃんを見たりします。あと私の一押しのアニメは俺物語っていう恋愛系の学園ものです。ただの一般の恋愛のアニメとはちょっと違って、見ていて心がほっこり軽くなるような作品です。ネットフリックスにもあるのでぜひチェックしてみてください。ジブリ映画では魔女の宅急便が好きで、パン屋さんのシーンが特に好きです。ネットフリックスなんかで恋愛リアリティショーを見るのも好きで、愛の里やラブイズブラインドは特に面白かったです。ラブイズブラインドはいろんな国のバージョンがあるんですが、日本とブラジルでは恋愛のスタイルが違いすぎて、見ていてすごい興味深かったです。という感じでちょっと長くなりましたが、これが私の自己紹介です。特別な経歴があるわけではありませんが、少しでもふーちってこういう人なんだなと思っていただけたら嬉しいです。ブラジルライフ。続いてはそんな私がブラジルに来ることになった経緯についてお話ししたいと思います。中でも一番多かったのが、どうやって今のブラジル人のご主人と出会ったのという質問です。それからご主人は日系の方ですかと聞かれることもありましたが、夫はブラジル生まれブラジル育ちの純ブラジル人で、日本とのつながりは全くありませんでした。日本はおろかアジアにも行ったことがなかったそうです。一方の私も日本生まれ日本育ちの純日本人で、これまでブラジルの方と関わったことは一度もありませんでした。海外旅行は好きでしたが、南米には行ったことはありませんでした。そんな私たちがどうやって出会ったのかというと、実はマッチングアプリでした。少し前までは出会い系のようなイメージで偏見もありましたが、最近の日本ではマッチングアプリがきっかけで結婚する人が急増していて、今では3人に1人がアプリ婚とも言われています。条件をある程度すり合わせた上で出会えるっていう意味では理にかなっていて合理的な出会い方かもしれません。とはいえアプリを使ったことがある人ならわかると思うんですが、正直なところ9割ぐらいはちょっと怪しい人や軽い出会いを求めている人だったりするので、その中から誠実な人を見つけるのはかなり大変です。なので私の中でマッチングアプリで夫と出会ったことは、瓦礫の中からダイヤモンドを発見したぐらい奇跡的なことでした。私たちの場合はお互いクリスチャンだったっていう共通点があって、クリスチャン専用のマッチングアプリを通して出会いました。日本のクリスチャン人口は 1% 以下って言われていて、同年代の異性と出会うのもすごく難しいです。なので私はもう世界に目を向けるしかないと思っていました。やっぱり結婚するなら何か一つでも共通する価値観がある方がいいなって思っていて、
それが趣味だったり、学生時代の思い出だったり、職場の経験だったり、何でもいいんですが、私の場合は信仰っていう自分にとって一番大事な価値観でした。何かあった時に2人で立ち返れる場所があるって心強いなと思います。私たちは結婚して1年と数ヶ月になりますが、実はスピード婚でした。初めてアプリでやり取りを始めたのが2023年の9月。彼が日本に来て初めて会ったのが3ヶ月後の12月。そして結婚したのがその4ヶ月後の2024年の4月だったので、出会ってから結婚まで1年もかかりませんでした。結婚の手続きはどうしたんですかというご質問もよくいただくんですが、私たちはすべてブラジルで手続きをしました。本当は日本での手続きの方が圧倒的に工程が少なくて楽ちんなんですが、夫は遠距離中だったので日本に滞在できるのが約3週間。日本の役所で必要な書類を用意するのにはその期間では難しくて、ブラジルの手続き一択でした。結婚の手続きが完了してから私が在留カードを取得するまでに約3ヶ月ほどかかりました。私はポルトガル語がわからなかったので、届く書類にひたすらサインする日々。でもいろんな役所を回らなければいけなくて、夫が本当に頑張ってくれました。手続きそのものは思っていたより厳しくはなく、言われたことを順番にこなしていけば大丈夫という印象でした。一番大変だったのは、実は日本領事館で指紋を全部取らないといけなかったことで、黒いインクをすべての指につけて1本ずつ取るっていうすごいアナログなやり方で、角度が難しくてなかなか綺麗に取れなくて、何回もやり直して本当に泣きそうになりました。どうやって結婚を決めたんですかっていう質問もありましたが、実は結婚を決めた瞬間みたいなものはなくて、彼の放つ誠実さと圧倒的な安心感で、結婚しようって決めたというより、彼と結婚しない理由が見当たらなかったって感じです。そういえばプロポーズの言葉もなかったんですよね。でも出会ってすぐお互いの中で自然とこの人と結婚するんだろうなっていう感覚があって、今思い返してもちょっと不思議です。まだ数年しか一緒にいませんが、私の中ではもう何十年も一緒にいるような感覚で、これがいわゆるソウルメイトっていうやつなのかもしれません。日本人と比べてブラジル人男性はどう思いますかというような質問がありましたが、もちろん大前提として日本人だからこうみたいに決めつけるのは好きじゃないし、人それぞれだということを踏まえてですが、私の感じる印象としては、ブラジル人はとても愛情表現が素直でストレートだということです。好きなものは好き、嫌いなものは嫌いと意思がはっきりしているなと感じます。だからこそ好きって言ってもらえると、本当に愛されてるんだなと感じることがあります。日本だとちょっと本音を隠しがちというか、なかなか思いをストレートに伝えるのが苦手な国民性かなと感じていて、私は相手の言葉の裏を読むとかは苦手なので、ブラジル人のストレートな表現の仕方の方が自分には合っているのかもしれません。どうしてクリチバに住むことになったんですかっていう質問もあったんですが、夫がもともとクリチバでお仕事をしていたので、私がブラジルに行くっていう考えしかありませんでした。不安はなかったですかっていう声もありましたが、私自身は全く不安はありませんでした。ヨーロッパやアフリカを旅行した経験もあって、オーストラリアに住んでいたこともあったので、私にとってはブラジルはその延長のような感覚で、特別ためらいはありませんでした。ただ実際に住んでみて、思ってたのと違ったなと感じたこともいくつかあるので、それは次のパートでお話ししたいと思います。ブラジルライフ。というわけで、前半では自己紹介とブラジルに移住した経緯についてお話ししながら、皆さんからいただいた質問にお答えしていきました。ありがたいことに質問がとても多かったので、今週と来週の2回に分けてお届けしようと思います。後半では実際にブラジルに来て感じた正直な気持ちや、これからの展望などについてもお話ししつつ、残りの質問に答えていく予定ですので、続きもぜひご覧ください。今日の動画楽しんでもらえたら、いいねボタンとチャンネル登録で応援していただけると励みになります。Muito obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!